底辺レベルのプレゼントを嫁が受け取るかよ。こんな奴に取られるくらいなら自分の気持ちを伝えればよかった。思いは伝えなければ伝わらない。そんな当たり前のこと分かっていたはずなのに、俺は勇気のない自分を呪った。俺の名前は谷口和弘。30歳の契約社員だ。契約社員は自分の時間が作りやすい反面、収入面が不安定だ。正直、生活は楽じゃない。おまけに契約社員ということに偏見を持たれることも少なくない。つい先日行われた高校の同窓会でもそうだった。谷口って契約社員なの？ありえねえ。将来とかどうすんのよ。底辺確定じゃん。不意に浴びせられる蔑むような眼差し。悪びれる様子を一切見せないというのもまたどうなんだろう。もちろんそんな奴らばかりじゃないけれど、一部のそんな奴らのせいでやっぱり来なければよかったと思ってしまう自分がいた。結局俺は会の途中で会場を後にした。その点俺は職場には恵まれたと思う。上司の桜井さんは正社員、契約社員、パートに分け隔てなく接してくれる。そのスマートな物腰は黙っていても育ちの良さがにじみ出ていて、みんな桜井さんのことを信頼していた。もちろん俺もその一人で、俺は桜井さんに一種の憧れのようなものを抱いていた。上司とやりがいのある仕事に恵まれて、この職場では毎日充実した日々を送らせてもらっていた。ある日、会社から帰宅すると、珍しく郵便受けに手紙が入っていた。それを手に取った瞬間、俺は思わず目を見張った。それは結婚式の招待状だった。この年になれば結婚する同級生も増えてきて、俺も何回か友人の結婚式に参列する機会がある。それは珍しいことではない。でも今回は他とは違った。新婦の名前が森若菜だったからだ。森若菜。彼女と初めて会ったのは高校生の時。たまたま同じになったクラスに彼女はいた。彼女の父親は地元じゃ有名な大企業の社長で、彼女はいわゆる社長令嬢だ。でも彼女は全然選ぶってなくて、そんな様子をこれっぽっちも見せなかった。それでいて本人にその気がなくともいつも目立ってしまうというのは、彼女の持ち合わせた気品と身にまとったオーラのせいなのかもしれない。彼女は学校でもちょっとした有名人で、とにかくモテた。とはいえ、そんな俺も彼女に思いを寄せる生徒の一人だった。正直、一目惚れだった。入学式の日、教室で彼女の姿を一目見たあの時、心臓が止まるかと思った。それくらいの勢いで森若菜の存在が俺の心に焼き付いたのだ。それから彼女のことを知れば知るほど、俺の彼女に対する思いは強くなる一方。だけど、俺が彼女に自分の思いを告げることはなかった。片や社長令嬢で弓道部エースのお嬢様。片や美術部の陰キャ部員。学校中の人気者である彼女が俺に振り向いてくれるわけがないことぐらい、いくら察しの悪い俺でも分かっていた。結局、自分の気持ちを彼女に伝えることすらできないまま、俺の恋はただの片思いに終わる。いや、一度だけ勇気を振り絞って彼女に思いを伝えようとしたことがあった。ある日の昼休み、俺は彼女の靴箱に手紙を入れたのだ。放課後、図書館で待ってます。でも、いくら待っても彼女が姿を現すことはなかった。これはもう振られていると言った方がいいのかもしれない。しかし意外だったのは、彼女の名前と並んでいる新郎の名前だった。早瀬康太。彼は高校時代の同級生で、サッカー部のエースストライカーで、将来はプロになるんじゃないかともっぱらの噂だった。そして先日の同窓会で、谷口って契約社員なの？ありえねえ。と、俺のことを真っ先に生やし立てた張本人だった。どうやら俺が帰った後で、二人が結婚することを発表したらしい。道理で今まで知らなかったわけだ。でも、男らしくて相手を引っ張ってくれそうなコウタと彼女なら、お似合いの夫婦だ。当時、
告白もできなかった俺が言える分際でもないが、二人のこれからを祝福しようと強く思った。それから結婚式当日まで、俺は何か二人をお祝いできるものはないかとプレゼントを考えるのに必死だった。ただでさえプレゼントなんて選び慣れていないのに、おまけに彼女は社長令嬢だ。下手なものでもプレゼントしたら恥をかくのは目に見えている。俺がプレゼントのことで悩んでいるのを知った桜井さんは、俺のために一生懸命アドバイスをくれた。お前の気持ちがこもっていることが一番大切なんだよ。そしたら相手はどんなものでも嬉しいはずだよ。そして結婚式当日、俺はこの日のために用意したあるものを持って新郎新婦の控え室を訪ねた。ノックしてドアを開けると若菜の姿はなく、そこにいたのは浩太一人だった。なんだ和弘、お前も来てたのか。浩太はどことなく俺を見下すような視線を送ってきた。社長令嬢の若菜と結婚すれば、浩太はいずれ若菜の父親の後を継ぐことになるだろう。つまり逆玉だ。そんな浩太にとって俺はもうそれくらい下の人間にしか見えないのかもしれない。俺はざわつく気持ちを抑えた。結婚おめでとう。これ二人へのお祝い。そして持参した二人へのプレゼントを浩太に手渡す。俺が準備していたのはこの日のために描き上げた二人の似顔絵だった。寄り添う二人の姿には俺なりに二人がずっと幸せでありますようにという願いを込めたつもりだった。浩太は似顔絵を怪げそうな顔で見つめると俺に視線を移す。和弘、お前契約社員だったよな。金がないのはわかるけど、さすがにこれはないだろう。別に泣いて喜んでほしいわけじゃなかった。俺の気持ちを二人に分かってほしかっただけだ。だけど次の瞬間、浩太の口から出た言葉は俺の心に強く突き刺さった。底辺レベルのプレゼントを嫁が受け取るかよ。お前、昔から若菜に惚れてたんだろ。恥ずかしげもなくこんなもの持ってきて気持ち悪いんだよ。そう言うと、浩太は似顔絵を破り捨てた。俺が呆然としていると、浩太はさらに続ける。いい機会だから教えてやるわ。お前、高校の時、若菜の靴箱に手紙入れてたよな。なんだっけ？放課後図書館で待ってますだっけ？あの手紙、若菜が見る前に俺が回収してやったんだわ。お前みたいなのが若菜に告るなんて時間の無駄だと思ってな。どうせ振られるんだし、お前も無駄に傷つかずに済んでよかっただろ。こんな奴に若菜を幸せにできるはずがない。悔しさを募らせながらも俺は目の前にいる相手に何も言い返すことができず、黙って控え室を後にした。控え室を出た俺はこれからどうしようか迷っていた。あんなことを言われてまで浩太のことを祝ってやるのは腹立たしい。しかも浩太の相手はかつての自分の思い人だ。いっそのこと帰ってしまおうか。いや、でもそんなことを思っている自分が器の小さい人間なのか。そんなことを考えていると、結婚式場のようなおめでたい場所で君は一体なぜそんな険しい顔をしているんだと、一人の初老の男性が俺に話しかけてきた。男性の言葉に自分が思っている以上に険しい顔をしていることに気がついて、俺は慌てて表情を緩めた。よろしければ話してみてくれないか。君がなぜそんな険しい表情をしているのか。この人は一体何を言っているんだろう。男性は明らかにこの状況を面白がっているようだった。だけどこの時の俺もどうかしていて、気がつけば男性に今日の出来事をすべて話して聞かせていた。今日結婚するのがかつての自分の片思いの相手だということ。新郎が自分より立場が下の人間を見下すようなやつだということ。今日のために用意してきたプレゼントの似顔絵を破り捨てられたということ。そしてあんなやつに彼女を幸せにできるはずがないということ。正直恋に破れた男のざれ言だと笑われると思っていた。しかし予想外なことに男性は俺の話に真剣に耳を傾けてくれたのだった。そして最後に男性は俺にこう言った。その結婚が合っているか間違っているかは置いておいて、
君は彼女に自分の素直な気持ちを伝えた方がいい。じゃないと一生後悔するぞ。なんとも無責任なことを言ってくれる。俺がそう思っていると、なぜか隣の式場から、旦那様、早くお召し替えを。という声が聞こえてきた。そして声のする式場の中を見た俺は、驚きの光景を目にすることになった。和やかな雰囲気で進んでいくコウタと若菜の結婚披露宴。そんな中、司会者が口を開いた。さて、ここで新郎新婦に素敵なプレゼントが届いています。皆様、前方のスクリーンをご覧ください。会場の視線がスクリーンに集中する。あちこちで湧き上がる期待の声。しかし次の瞬間、期待で溢れていた歓声は一気にざわめきに変わった。スクリーンに映し出されたのは、コウタに破り捨てられたあの絵だった。破れた部分がつなぎ合わせてあるものの、それが誰かの手によって破り捨てられたというのは一目瞭然だ。しかし、初めこそざわついていた会場だったが、次第にその声は絵を称賛するものへと変わっていく。コウタと若菜にすごく似てる。なんか優しい感じのする絵だね。あったかい雰囲気で私好きかも。すると、その状況が面白くないのか、コウタが声を上げた。おい、なんだよこれ。誰だよ、こんな破れた絵を公開するなんて。どういうつもりだよ。突然の新郎の大声に静まり返る会場。私たちが頼んだんだ。君には何か不都合なことがあるのかい？そこに立っていたのは、先ほどの男性と俺の上司である桜井さんの姿だった。そして、コウタの顔はどんどん青ざめていった。俺に話しかけてきた男性の正体は、なんと若菜の父親だった。そして、俺の会社の上司である桜井さんは、なんと若菜の実の兄。若菜と名字が違うのは、桜井さんが奥さんの家に婿入りしたからだ。俺が控え室を出た後、入れ違いに新郎新婦の控え室を訪れた桜井さんは、偶然コウタの破り捨てた絵を発見。桜井さんはすぐにそれが俺の描いた絵だと気がつき、勘のいい桜井さんは何があったのかを察した。実は俺は昔から画家を目指していて、今は契約社員として働きながら売れない画家としても活動している。そのことを知っていた桜井さんはすぐに行動に移せたというわけだ。実は今回、披露宴の前に使う予定だった式場が一回変更になった。それは桜井さんが式場スタッフに頼み込んで、スクリーンの大きさがより大きい式場に変更してもらったからだ。急な変更にスタッフも難色を示していたが、彼女の父親も式場側に一緒に頼んでくれて実現したのだという。俺が目にしたのは変更になった式場の設営にてんやわんやする式場スタッフたちの姿だったのだ。俺の描いた絵を見た若菜が口を開く。これ、和弘くんが描いた絵だよね。私、昔から和弘くんの絵大好きだったからわかるよ。俺はその言葉だけで十分だった。その後、式は中止となり、コウタと若菜の婚姻関係は解消となった。若菜からすれば、あの同窓会の時のコウタの発言がどうも引っかかっていたらしい。そして、俺からのプレゼントを自分に見せることなく破り捨てたコウタの行動で、不安は確信へと変わったのだという。集まってくれた人たちに謝罪するのが大変だと言いながら、どこか若菜の表情はほっとしているようだった。そして俺は、ここで一生分の勇気を振り絞った。俺、ずっと若菜のこと好きだった。若菜が優しく俺に笑いかける。ありがとう。この先どうなるのかはわからない。だけどこれだけは言える。気持ちは伝えなければ伝わらない。その気持ちを吐き出したとき、きっと何かが変わり始める。